壁に穴が開いてしまっていますね。電柱が倒れて火災が起こったと、避難所になる予定だったところがもうこんなにやられてしまってるっていうことですよね。竜巻被害って一番の問題は屋根をやられることなのよ。雨が降ったらそこから雨が入って水が入って、こう家をどんどんダメにしていく、で今週雨の予報が出てるんだよね。この規模の災害、1000世帯以上被災しているっていう災害でも今のところ全壊は1なのよ。で大半が半壊未満になるのよ。例えば令和5年5月の能登半島の、ね、地震の時には、全壊じゃないと仮設に入れなかった。じゃあこの災害でももしかしたら入れない人が出てくる可能性がいや全然あると思う。全然あるってことですよね。罹災判定だと、屋根 15%、 それ以外が 85% なのよ。すっごい極端な話、屋根だけぽっこり飛ばされました、外壁とか基礎がきれいに残ってますってなった場合って15点なんだよね。でそうすると準半壊ってことは仮設住宅にも入れない。で今回まさに屋根が被害を受けてるところが多いですよね。てか基本屋根だと思う。罹災の受付はもちろんしてくれるし、でもその結果が厳しい。今朝の雨と今夜雨が降るっていう予報が出てるので、それによってこの被害が広がってしまう。そこを今の法律だと見てもらえないんだけど、まあでも、ね、ちゃんと声を上げることで見てもらえるように。眠れてます。大丈夫。だいぶ昨日はちょっとそれでも5時間くらい眠れたけど、もうだいぶ落ち着いてきましたので。お食事とかも食べてますか？大丈夫。ちょうど6日の日はちょうど私の誕生日だったもんだから、お食事連れてってもらって木とかも折れちゃってますね。ね、ですよね。すごかこんななってたから。そうだったんですね。外で寝られないけど。特にお怪我とかはなかったですか？怪我はなかった。もううちの中に。よかったですよかったです。隙間だらけだから、こうやって風が吹くと飛んじゃう。そう空気が入って飛んじゃう。瓦ずれてるのを元に戻せばいいんじゃないかなとは思うんです。こんな年寄りでなんか申し訳ない。皆さん来ていただいてありがとうございます。急に来ないです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。お茶もあげなくて。いいですよ。大丈夫です。ありがとうございます。この地区っていうところは誰も回ってきてくれなかったっておっしゃるんですけど、私たちがなんか回ってきた初めての人みたいな、来てくれてありがとうって涙されるぐらいなんか見捨てられた感があったみたいで、誰
もこう気にかけてくれない、誰もこう応援に来てくれないみたいな感覚がこの5日間あったみたい。壁に穴が開いてしまっていますね。もう家が原形をとどめてない。うわー、だってあそこドアですもんね、多分。こっち側にね、息子が住んでた部屋があったんですけど、2階や。はい、これですか？そう、はいはいこっち2階が息子が住んでたんだけど、もう住めない状態で全部飛んじゃった。そこのコンクリート塀にだって亀裂が、そう入っちゃって何か当たったんですよね、きっと。でもね、住めたから他にもっとひどいとこがあったから、まあ木の原市に比べたらもういい方だと思ってます。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。